線、西尾市の平坂入江から豊川市の東海道小坂まで平坂街道を走りました。実はこの続きがあります。小坂から新城、したら、津具を経由し長野県の根羽村で飯田街道と合流。さらに伊那を通り信州、塩尻まで続くこの道は、伊那街道と呼ばれます。今日はこの伊那街道を走ります。ゴールは飯田街道との合流点である長野県下伊那郡根羽村の築地の大杉です。おはようございます。私は今、愛知県豊川市の宇多利神社に来ています。以前の動画、平坂街道を行くでゴールだった神社です。今回走る伊那街道は今日のゴールである長野県の根羽村まで基本、ずっと上りです。久しぶりに山歩きの箇所もあるので、あの苦行がこれから始まるのかと思うと今から不安です。まずは東海道に出ます。これからしばらく並走する JR 飯田線を渡ります。ここ小坂の交差点から伊那街道はスタートします。国道1号線を越えます。しばらくは北東の方角に進みます。戦国時代、東三河の地は戦乱に明け暮れました。駿河の今川氏、三河の松平氏、尾張の織田氏、そして甲斐の武田氏による激しい争奪戦が繰り広げられました。東三河の武将は時に手を組み、時に裏切りながら生き残りをかけて戦いました。今日走る伊那街道沿いには戦国時代に重要な拠点であった城跡がいくつも点在しています。この辺りから牛久保城の城下町に入ります。このすぐ東の JR 牛久保城駅付近には牛久保城跡があります。また近くの大聖寺には桶狭間の戦いで織田信長に敗れた今川義元の墓の一つがあります。義元の家臣が首を取られた義元の胴体部分を故郷の駿河まで持ち帰ろうとしましたが、腐敗がひどくこの地に埋葬したと言われています。旧豊川村の中心部に入っていきます。左に豊川稲荷が見えてきました。本来の伊那街道は右の表参道ですが、車両が通行できないため迂回します。豊川稲荷には鳥居も狐の像もあり、日本三大稲荷に数えられることもありますが、円福山明権寺というお寺です。狐はこの寺が祀っている豊川滝に神殿が白い狐にまたがっていることに由来します。常夜灯を左折します。東三河は静岡県浜松市にある秋葉山本宮秋葉神社に近いこともあり、秋葉信仰が根強い地域です。この先もその象徴である常夜灯をいくつか見ることができます。ここからしばらく旧街道は途絶えます。 JR 飯田線の線路を渡ります。東名高速の下をくぐり国道151号に出ます。ここからしばらくは伊那街道は国道151号とその脇道となります。国道151号から脇道に入ります。街道沿いにある戸賀神社に立ち寄ります。戸賀神社は大国主の命、つまり大黒様を祀る神社です。三河国の一宮であり、ここにあるのは里宮で、奥宮は本宮山にあります。旅の安全を記念したところで伊那街道に戻ります。
ここからさらに細い道が本来の稲街道となります。地元の人でもこの道が稲街道だと認識している人は少なそうな道です。国道151号に戻ります。山が少しずつ近くなり、右手に豊川が近づいてきました。この先稲街道は豊川に着いたり離れたりしながら奥三河を目指します。ここ JR 江島駅付近から東条あたりまで本来の稲街道は豊川沿いの道となりますが、道は残っていないためそのまま国道を走ります。ここから新城市に入ります。奥平信正が築いた城の名前が由来とされていますが、それ以前の資料にもその名前が見られるとも言われています。ここから豊川沿いの稲街道を走ります。明治時代までは川沿いの道が稲街道でしたが、大正時代以降は先ほど走っていた国道と JR 飯田線の北側に沿う道が新しい稲街道となりました。正面に見える山の上に野田城跡があります。1505年に菅沼氏が築いた城で、1571年に三河国に侵入した武田信玄により攻め落とされました。武田信玄はこの城で火縄銃で撃たれ、その傷が元で亡くなったとされています。その火縄銃は信玄砲と呼ばれ、創建寺という寺に保存されています。ここからは国道から一本南の道が稲街道となります。ここ杉山交差点で以前衣街道を行くで走った国道301号と重なります。国道301号は豊田市中心部から新城、三ヶ日などを経由し静岡県の浜松市に至る道です。ここ橋向こう交差点が実際の衣街道の終点です。ルートはおおよそ国道301号に沿っています。この辺りは新城城の城下町であるため、道が可燃手となり右左折が続きます。新城城は長篠設楽原の戦いの後に奥平信正が築いた城で、町並みもその時に形成されました。その後も秋葉山、高麗寺、豊川稲荷詣での旅人で賑わいました。当時は旅籠や馬宿、置屋などが軒を連ね、花街を形成していたと伝えられています。三河東郷駅手前で JR 飯田線を渡ります。この辺りから長篠設楽原の戦いの戦場だったところに入っていきます。この周辺には戦で命を落とした武将や兵の墓などが点在しています。ここで少し寄り道をします。この近くの設楽原歴史資料館には火縄銃や長篠設楽原の戦いの資料が多数展示されています。また設楽原決戦場には織田徳川連合軍が武田勝頼を破った際に使用した馬防柵が再現されています。私は幽霊の類はほぼ信じていませんが、もし落ち武者の霊が存在するのであれば、この辺りにはとんでもない数がいるはずです。それもまたロマンです。JR 飯田線を渡り国道151号に出るため迂回します。
ここで国道を外れますが、このまままっすぐ行けば長篠城跡があります。大海の集落に入っていきます。ここ大海から伊那街道は JR 飯田線と分かれ、国道257号沿いを北上していきます。並走する豊川はこの辺りから上流は神佐川と呼ばれます。地元の人にはそちらの名前の方が一般的なようです。国道を外れ、川の右岸を走ります。長篠園庭与水場に立ち寄ります。長篠園庭はアメリカのナイアガラ発電所をモデルにした発電所で、三河のナイアガラとも呼ばれます。今週は雨の日が多く、今日は水量が豊富なので見応えがあります。駐車料金は1000円とお高めですが、領収書は近くの花の木公園で食事券として利用できます。鮎を食べたかったのですが、今日は先を急ぐので利用できませんでした。豊川の左岸に渡り、国道257号を北上します。この辺りは国道257号と国道420号の重複区間です。神佐川投手港を過ぎ、大曲からは支流の海老川の左岸を走ります。この辺りは新城市となる2005年までは南設楽郡蓬莱町であった地区です。ここを右に行くと蓬莱寺のある蓬莱寺山です。蓬莱寺山は愛知県の県庁である此花族の生息地としても知られています。黒瀬の集落に入っていきます。ここからは県道32号とその脇道を走ります。黒瀬の海老川両岸にはしだれ花桃が植えられており、毎年3月から4月頃に見頃を迎えます。左手には旧街道でよく見られる馬頭観音像などがあります。特に馬を使った輸送が盛んであった地域によく置かれます。左にあるのはこの地区のシンボル、三河大石です。かつては豊橋鉄道田口線の駅名にもなっていました。近くの棚山から落ちてきた小石岩で設楽火山で作られたものであると言われています。これが正しければ1000万年以上前にできた石ということになります。この辺りで海老川は蛇行し、本来の伊那街道は何度か川を渡りますが、車が渡れないためそのまま県道を走ります。県道から外れ伊那街道に戻り、海老の集落に入っていきます。海老の町はかつては伊那街道の重要な宿場町として栄えました。今でも当時の宿場町の面影があります。この先、海老の集落を抜けると与良木峠を越える必要があります。しかし車で走れるような当時のルートはなさそうなので、海老池外津を右折し県道32号を走ります。左にも馬頭観音群があるため、この道も馬による輸送が盛んだったことがうかがえます。このまま県道32号を進めば、棚田、四谷の千枚田があります。県道から外れて峠に向かっていきます。
厳密に言えばこの道は稲街道ではないのかもしれませんが、街道は時代とともにそのルートを変えるためあながち間違っているとも言えません。私がルートを決める際はなるべく人の営みを感じられる道を選んでいます。かなり急な坂道を登っていきます。どうやらこの右の道が本来の稲街道のようです。今回は明治時代に馬車などが通れるように改修された道に向かいます。稲目清崎線に出ました。あまり車が通らない道なのか、路面にはところどころ苔が生えています。もし二輪で通行する際はスリップ事故に注意が必要です。与良木釣り道に着きました。本来の峠はこのトンネルの上にあります。与良木釣り道が開通したのは明治27年と伊勢神釣り道よりも前です。短いトンネルですが明かりがないため LED 化された旧伊勢神トンネルよりも怖さがあります。トンネルを抜けると北設楽郡設楽町に入ります。戦国時代にはダミネ城を拠点とする菅沼氏の支配する地でしたが、その後武田信玄、織田信長、徳川家康の滑る領域となりました。峠を下り次の宿場町である清崎の集落に向かいます。清崎に着きました。この辺りにも稲街道の宿場町であった頃の雰囲気がよく残っています。正面に見える橋は元は豊川鉄道田口線の橋梁です。一旦国道257号に出ます。この辺りまでは道沿いに馬頭観音などの石仏群があるため稲街道と言えるでしょう。問題はここからです。ここ清崎から次の集落である田口までの本来の稲街道は安座の坂と呼ばれる道です。しかし車は当然通れないため一旦田口まで車で向かい、車を止めて南に歩くことにします。よって動画はその袋です。左に見えるのが先ほどまで走っていた国道、右には豊川が流れています。念のため熊よけの鈴を持ってきました。今年の夏も猛暑であったため秋の熊さんは餌が少なく気が立っていることでしょう。もしエンカウントしようものならお逃げなさいなどと紳士的なことは言わずにいきなりボコってくる可能性もあります。時折わざと大きな音で鈴を鳴らして存在をアピールしながら進んでいきます。あと今日は全身にはマダニよけのスプレーを噴霧してあります。まだ湿気も多く蒸し暑いためこちらも要注意です。この沢を渡る必要があります。最近雨が多かったため結構水量があり、しかも足元がものすごく滑ります。どうやら飛び越えるしかないようですが、嫌な予感しかしません。せーの。やっぱり落ちました。靴も靴下もぐしょぐしょです。不快な状態で先に進みます。豊川の支流に沿って旧街道はあります。ところどころ小さな滝があります。今度は砂防ダムがあります。今回も片手にカメラを持ちながらなのでなかなか大変です。
手ブレ補正をしても映像はブレブレですがご容赦ください。しばらくは川の右岸を進みます。倒木がひどいです。ツイスターゲームのように体をひねりながら回避します。何度も立ってはかがんではを繰り返すため、どんどん体力が奪われていきます。右には先ほどまで走っていた国道257号が見えます。今度はトゲトゲの枝が行く手を阻みます。雪に通ったはずですが、こんな道だったのか覚えがありません。この辺りはルートを見失っているので、もし行く場合はあまり参考にしないでください。やはり来た時とはルートが違いそうです。まあ、どちらの道が本来の稲街道かはわからないのでよしとします。とりあえずさらに支流の沢沿いを登っていきます。道を探しながら坂を登っていきます。路面の良くない上り坂は足腰にきます。なんとなく見覚えのある場所に戻ってこれました。ここからは石畳の名残が伺えるので、道は合っているでしょう。路面も随分と歩きやすくなりました。特に絵に変わり映えのない道のため再生速度を上げます。以前のソマジ峠の時と同様、別で等速の動画も用意しましたので、ゆっくり見たい方はそちらをご覧ください。この再生速度では分かりづらいですが、道はつづら折りになっています。なので実際に歩いている距離は地図上で確認した時よりかなり長くなっています。石畳がはっきりとわかるようになってきました。この石畳の道をかつては以前走った飯田街道と同じく中馬が行き交っていたそうです。中馬とは江戸時代に盛んに行われた陸上運輸手段で、天馬とは対照的に宿場町で馬を飼えないのが特徴です。この道を馬が通るのは大変そうに思えますが、当時の馬はサラブレッドより小型で短足だったため可能だったのでしょう。舗装されている道まで出てきました。右に小さな祠があります。このタイプの祠は奥三河でよく見かけます。
道が掘り下げられていますが、この辺りが安座の坂の頂上です。やっと車を止めた辺りに戻ってきました。車からの映像に戻ります。田淵の集落に下っていきます。左にあるのは日本酒空でおなじみ関谷酒造の本社蔵です。田淵の集落内の国道257号を北上します。本来の稲街道はこの左の石段の先のようなので迂回します。さて、ここからがまた問題です。ここ田淵から八ツ橋までの区間はこのような山越えのルートです。まずこの区間は設楽ダムの建設工事によって現在は完全に寸断されています。次にこの区間ですが、一応それらしい道を歩いてはみたのですが、稲街道であるという確証が得られなかったため没とします。よって今回は確実に稲街道であるこの区間を歩くことにします。看板の文字は消えていますが、もともとは旧稲街道と書かれていました。ああ、また歩きです。しつこいようですが、このチャンネルはドライブチャンネルであり、登山チャンネルではありません。かなりの急坂を登っていきます。この峠は松坂峠と呼ばれています。いまいち道が合っているのかどうか自信が持てません。この道を歩く人はほとんどいないのでしょう。蜘蛛の巣がまとわりついてきます。林道松坂線に出ました。ここが松坂峠の頂上で、かつては茶屋があったようです。道を示されてしまった以上、行くしかありません。ここからは下りとなります。左側は足を踏み外して転げ落ちたらやばそうな崖です。下りなのでさっきより楽ではありますが、当然この後来た道を戻る必要があるため、そのことを思うと憂鬱です。あまり変わり映えのしない映像なので再生速度を上げます。結局ここまで熊に出くわすことはありませんでした。しかし一度だけ鹿は見かけました。幸いこれまで熊やイノシシなどの危険生物に会うことなく済んでいますが、このチャンネルを続けている限り、いつかその時が来そうで怯えています。少しずつ右側の空が明るくなってきました。右には下を走る県道10号とダムの建設に伴い付け替えられた新しい道が見えます。道が荒れてきました。どうやらこれ以上下るのは難しそうです。下にある県道10号を走る車の音が聞こえるため近くまで来ているようですが、この先はダムの工事現場となるため引き返します。車からの映像に戻ります。先ほど山の中から見えた愛知県道10号を走ります。現代の地図ではこの県道10号が稲街道となっています。この辺りは近い将来したらダムに沈むエリアです。すでに影響を受ける全124世帯の移転は完了しているため、現在この地域に人気はありません。今走っている道もいずれ通れなくなります。本来の
の稲街道はこの先、地匠坂という山道となります。しかしダムに絡む工事中であり、私の体力も限界のため、そのまま県道10号を走ります。この道で前の車を追い越すとは愛知県民の鏡です。この辺りで地匠坂は右から県道10号に合流します。この辺りは津具金山という金鉱脈があり、昭和の最盛期には30以上の坑道が掘られ、その総延長は6000メートルを超えました。古くは武田信玄が砂金を採掘して軍資金としたことに由来し、その坑道は信玄湖と呼ばれます。この辺りから三河国側の最北の宿場町である津具の集落に入ります。以前は北設楽郡津具村でしたが、2005年に設楽町に吸収合併されました。津具に2つしかない信号の1つを左折し、津具のメインストリートを走ります。ここから折本峠までは県道10号ではなく川沿いのより古い町道折本線を走ります。この折本峠が本日の標高の最高地点です。スタートからここまでほぼ上り坂だったため、ガソリンの減り方がえぐいです。ここが折本峠の頂上です。上には茶臼山高原道路が走っています。左の津具高原グリーンパークには道の駅やキャンプ場があります。ゆるキャンに登場したことがあるそうです。ここから長野県に入ります。道も愛知県道10号から長野県道10号となります。ここ下稲郡根羽村は現在は長野県ですが、中世までは三河国に属し、信濃国に属するようになったのは武田信玄の三河侵攻からです。この辺りの稲街道はもっと東の山の中を通っていた可能性もありますが、時代とともにルートは変わり、特定は困難のため、このまま県道10号の終点まで走ります。根羽村の中心部に入っていきます。飯田街道と稲街道が交わる古くからの交通の要衝です。県道10号はここで終わり、ここからは飯田街道を愛知県方面に少し戻ります。国道153号を外れ、矢作川を渡ります。この左の道を行けば、本来の飯田街道である以前歩いた曽間地峠です。長篠の合戦で敗れた武田勝頼は、この峠を通り信州に逃れたと言われています。月瀬の大杉のある月瀬神社に到着しました。月瀬の大杉は太さ約14メートル、高さ約40メートルの長野県一の巨木です。樹齢は1800年余りと言われており、稲街道や飯田街道ができるずっと以前からこの地に存在します。幾度か倒され売却される危機がありましたが、現在は国の天然記念物に登録され、月瀬神社のご神木として信仰されています。
今日も無事完走することができました。帰り道もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。